2020年の2時3時は、ご時世的にイベント開催が難しくなる一方で公式番組が盛り上がっていき、グループとしての人気が高まるにつれて企業からの協賛も充実してきました。また、オンラインで完結するイベントとして活発に行われるようになったゲーム大会や、色々な意味でスケールアップした 3D お披露目はグループの花形行事となり、VTuber 業界の枠を超えて大きな注目を集めるようになりました。第9回目の今回は、さらに外部との交流が広がっていく2021年の春頃までを見ていきます。それでは早速始めましょう。2次3次甲子園の熱狂冷めやらぬ2020年8月下旬、とある大型のゲーム大会が開催されます。それがクレイジーラクーンカップ、通称 CR カップです。CR カップはプロゲーミングチーム、クレイジーラクーンが主催するフォートナイトの大会として始まり、8月22日の時点ですでに第5回大会が行われ、1日目にはエクスアルビオチームが優勝していますが、その1週間後の8月29日に、初めて APEX でも大会を開催したことが大きな転機となりました。競技シーンのプレイヤーも参加するとはいえ、比較的カジュアル志向のイベントということで、2時3時からも複数のライバーがそれぞれグループ外の配信者とチームを組んで参加し、初回は色々とトラブルもあったものの、視聴者数的には国内最大級の大会となりました。このあたりから VTuber やストリーマーという枠にとらわれず APEX の配信を見るリスナー層も確立し、APEX を通じて注目度が高まったり、交流が広がる機会も増えていきます。例えば9月4日から結城千尋の主催で行われた2時3時キルリレーという耐久企画では、KR の新ユアや新人のヌンボラが注目を集め、活躍の場を広げるきっかけの一つになりました。その後も絶え間なく何かしらのイベントやカスタムが行われる状況がしばらく続いていくことになります。さて、この時期のゲーム配信の話題はもちろん APEX だけではなく、新作としては8月にフォールガイズが大流行し、9月には原神がリリースされました。また、Twitch からアモングアスが流行したのもこの頃で、2時3時でも多くのコラボが行われていきます。さらに、この時期にはマイクラも再び盛り上がりを見せていました。遡ること1年前の第2次ブーム以降、2次サバには全盛期ほどの活気はなくなっていたと言えますが、桜律樹をはじめ、その間もマイクラを続けているライバーのレベルはどんどん上がっており、天宮心とニョイソシエールの天ニョイ村を筆頭に、サーバーの景観も大きく向上していました。また、サーバーに関しては2020年3月にドーラから運営に管理が引き継がれるという変化もありました。そして夏になると大型のアップデに加えて、高宮リオンの銀行建築プロジェクトなどで再び二次サバが賑わい出し、桜律樹の主催で行われた二次サバ夏祭りは、前年よりさらにスケールアップして大盛況となりました。ゲーム配信以外でも特筆すべきトピックは色々あり、9月1日に謎のアイドルユニット、トリニティが突如源月藤次郎作曲のオリジナル曲を公開すると、後に驚きゼロのその正体が明かされ、ユニットとしての活動が本格化していきました。他には9月5日に町田島が行った、フリージアだけを100回連続で歌い続ける配信や、9月19日の、グエル・オスガールが魔界のリリムに積分を教える配信など、それぞれ新しい切り口の耐久配信がトレンドを賑わせたりもしました。また、花畑チャイカを筆頭にお披露目を終えたライバーが積極的に 3D コラボを行うようになり、ライバー同士のやりとりを視覚的に楽しめるようになったことで、企画の幅も広がっていきます。企画の幅という意味では、天宮心が二次サバで始めた図書館の寄贈本募集企画も面白い試みで、ライバーが執筆した様々な本が集まり、後の商業作家誕生のきっかけにもなりました。ちなみに動画投稿の状況としては、この時期キングという楽曲の歌ってみたが爆発的に流行しており、中でもクズ派が歌ったキングの勢いは凄まじく、現在でも2時3時で最も再生数の多い動画となっています。そしてキング以降、オマージュしやすいイラスト MV の楽曲が特に VTuber 業界で人気を高めました。波乱の2020年も終盤に差し掛かる頃には、また少しずつリアルイベントも開催されるようになり、12月には剣持東野と犬いとこのソロイベントや、レバガチャ大ファンのイベントも行われました。そしてそのレバガチャ大ファンに続く形で公式番組には新たな動きがあり、まずは12月13日に、クイズの協力の下で二次クイというクイズ番組がスタートします。二次クイは司会の上力一と解説の眉住会に加え、回答者として健やかなと不破湊がレギュラー出演し、毎回異なるゲストのライバーを交えて、様々なクイズ対決を繰り広げていきました。さらに12月22日には2時3時の B 級バラエティ、
通称虹バラもスタートします。虹バラはイブラヒムと早瀬壮が MC を務める、大深夜番組風の低予算バラエティで、デビデビルのリポート VTR を見ながらゲストと一緒に適当なチャチャを入れたり、謎のお姉さんから無茶ぶりされたりと、かなりラフな雰囲気があり、台本の薄さや収録時間の短さとは裏腹に、非常に人気の高い番組となりました。こうして3年目の年末年始を迎え、クリスマスは例年通りコラボや歌配信で賑わいましたが、この年はクリスマスにも大会に向けてエイペックスやマリカの練習に明け暮れるライバーの姿が見られ、26日に行われたマリカ2次3次杯本戦では、ナルセナルが初回大会ぶりに王座を奪還しました。そしてこの年から新たな年末の恒例行事として、2次3次ユニット歌謡祭が始まります。歌謡祭は主催の林道美琴と剣持東也が司会を務め、様々なユニットが 3D で歌唱を行うという内容で、つまりは豪華メンバーによるオンラインのライブイベントと言っても過言ではなく、この年は前編が無料配信だったこともあり、年末に一丸となって楽しめる企画となりました。そして年が明けて2021年を迎えても新年から色々な企画が目白押しで、元日からローション相撲大会が初笑いを届けたり、新作の桃鉄企画なども行われましたが、特に盛り上がったのが1月9日から行われた、新春2次3次麻雀杯2021です。前年の最強雀士決定戦以降、ジャンタマ公式番組も始まって2次3次と麻雀の関わりはより深まっており、その流れからの2次3次麻雀杯には大きな注目が集まる中、渋谷はじめが見事優勝を果たしました。なお、2021年になってもゲームのトレンド的には依然エイペックスの覇権が揺るぎなく、配信業界の外を見ても多くの著名人がプレイしており、社会現象の域にまで達していました。そんな中1月24日には VTuber 最強決定戦のシーズン2が行われます。前回から約半年の間に CR カップはすでに3回行われ、ライバーもリスナーも大会慣れしてきていた中で、満を持しての最強ということでかなり盛り上がり、2次3次からも多くのライバーが参戦しました。特にユウキチヒロ、ラトナクチェイ、イブラヒムの3人が結成したなんもしてねえというチームは、プレイもコミュニケーションも絶妙に噛み合い、本番でも大活躍して同率優勝に輝きました。このように年始から色々話題の多かった2021年の2次3次には、さらに大きな目玉が控えていました。それが2次3次アニバーサリーフェスティバル2021、通称2次フェスです。2019年に本格化した2次3次のイベント興行は、2020年には全国ツアーを行うまでに発展し、今度は大型フェスということで、2021年2月予定の2次フェス開催が前年9月に告知されると、学園祭というコンセプトにちなんだ企画が続々と発表されて期待が高まっていきましたが、1月に入ると首都圏で再び緊急事態宣言が発令され、残念ながらオンライン開催に変更となってしまいました。しかし一部ライブステージに関しては予定通り観客ありで開催ができることになり、前夜祭ではロックバンド、フローとの豪華コラボも実現します。ちなみにフローは2次3次の3周年を記念して、虹色のパドルという楽曲を提供しており、KZ 氏のワンダーネバーランドという楽曲と同じく、二次フェスの直前にリリースされました。そして二次フェス1日目には、シャウトインザレインボーの東京リベンジ公演が行われ、前年3月に中止になって以来、約1年越しに観客の前でパフォーマンスを披露しました。一方で二次フェス自体の現地開催のリベンジは翌年へと託されることになります。さて、二次フェスのあった2月は二次3次の記念月ですが、2月3日の二次3次の日には二次ニャンジという公式リレー企画が行われ、海外グループ含め56人のライバーが参加する裏で、便乗した文の玉木の耐久配信もある意味でインパクトを残しました。また、2月19日には樋口会でのメジャーデビュー後初のワンマンライブ、エイムが開催され、28日にはトリニティのメジャーデビューが二次フェス内で発表されるなど、レーベル活動も活発でした。そして二次フェスで行われたもう一つの重大発表が、ライブ 2D モデル 3.0 の実装です。3.0 の最大の特徴は大胆な表情変化による感情表現で、ライバーごとに異なる表情のお披露目は新たなお楽しみの一つになりました。国際企画や APEX を通じて海外ライバーも注目され始めたものの、海外展開自体には課題も多く、特に欧米に対してはやや出遅れている感もあった中、5月12日に始動したのが英語圏で活動するグループ、二次3次 EN です。第1弾でデビューした3人は、ラズライトというユニットとして活発に交流して結束を強め、オリジナルのデビュー楽曲は、星川沙羅が制作に関わったことも含めて話題になりました。こうした中で5月17日に、二次3次運営会社の社名が1カラからエミーカラーに変更されますが、
これは海外展開とも関連しており、日本語の社名の馴染みにくさも理由のうちの一つだったようです。こうして田住社長がかつて一から起こした会社は、多様な個性の力で新たなステージへと進みました。さて、このシリーズは次回でひとまず区切りとなりますが、もちろん2時3時にまだ最終回はなく、ここからも新たな個性が誕生し、新たな挑戦によってその歴史は続いていきます。